今日は音素材を使って曲を作るサンプル機能の効果を解説していくよ。新機能追加のペースが速すぎてさすがに調査時間が足りなくなってきた。調べきれていないことも多いけどそのうち調べるから許してね。サンプルは一応公式の説明だと短い音素材を使って曲を作る機能、先日実装されたサウンド生成と併用する。使い方は当然想定されているだろうね。ということでまずはサウンド生成で作った音素材をサンプルしてみようか。使いたい音素材のメニューを開いてユーザーズサンプルを選択すると左側に範囲を選択する画面が出る。まあいつもと同じ感じの操作だね。それじゃサウンドで生成した素材からいろいろな曲を作ってみようか。君の仕草を切り取って頭も中ループしてく。ありふれたワンシーンなのにやけに胸をさらっていく。これはきっとサンプルじゃ。サンプル生成で音素材がどう反映されるかいろいろな実例を聞いてもらったよ。ただ残念だけど現在のサンプル生成は成功率がかなり低い状態になってる。サンプルの生成は2種類の失敗がある。まずはスタイル側の効果が強すぎる失敗。スタイル側の効果が強すぎると元のデータの音が完全に消えてしまうよ。これはまあ素のではよくあること。問題はサンプル側の効果が強すぎる失敗。サンプル側の効果が強くなるほど生成される曲は元のデータを強く真似る。この時に現在のサンプル生成は元のデータの長さまで真似てしまうんだ。つまり10秒未満の音素材を元にしたら10秒未満の曲が高確率でできてしまうよ。公式のサンプルの説明ではオーディオインフルエンスを最大にしてみようと紹介されてるけど現在はそれをやったら高確率で失敗するよ。なんかこれは不具合っぽい感じもするね。まあともかく現在のサンプル生成はスライダーを調節しないと成功しにくい。元のデータの音が消えてしまうときはオーディオインフルエンススライダーを上げて元のデータの影響で曲が短くなったらオーディオインフルエンススライダーを下げるといい。ただ現在はオーディオインフルエンスの調節だけではうまく混ざらないことが非常に多い。スタイルインフルエンススライダーを調整した方がうまくいくことも結構多いよ。元のデータの音が消えてしまう場合はスタイルインフルエンススライダーを下げて元のデータの影響で曲が短くなったらスタイルインフルエンススライダーを上げる手段もある。応用としてサンプル生成をするときに元のデータのスタイルをスタイル欄に入れて元のデータの影響を強める方法もある。
いろいろな方法でサンプルの強さは調節できるよ。現在のサンプルはいろいろな方法を使って細かく調節しないと成功しないので、動作が安定するまで待ってもいいかもね。私も安定してから細かい検証をするよ。ところで動画の最初でサンプルは短い音素材を使う機能だと言ったけど、公式の説明がそんな感じなだけで、1曲全部を元データにすることもできるよ。1曲全部を元データにした時にどうなるかを一応聞いてみようか。これはきっとサンプルじゃない、一回きりの君と僕の今、やり直しの聞かないテイクで息を合わせて見つめ合う。サウンドとかサンプルとかいろいろあって分かりにくいね。その全ての生成方法を理解してる人っているのかな。これはきっとサンプルじゃない、一回きりの君と僕の今、やり直しの聞かないテイクで息を合わせて見つめ合う。これはきっとサンプルじゃない、一回きりの君と僕の今、やり直しの聞かないテイクで息を合わせて見つめ合う。これはきっとサンプルじゃない、君と僕の今、でも白いテイクで息を合わせて聞いての通りサンプル生成はアドボーカルとかなり似た挙動だよ。アドボーカルも素材にボーカルをつける機能だから、まあ似ていて当然かもね。ただアドボーカルと違ってサンプル生成は曲の構成や長さを真似ることはないと言いたいんだけど、現在のサンプルは曲の構成や長さも真似てるんだよね。とはいえアドボーカルよりは曲構成に縛られない自由な曲が作れるとここまで調べて思ったんだけど、これってマッシュアップと同じ挙動じゃない。試しに今日作った音素材を使ってマッシュアップで同じことをしてみたんだけど、ほぼ同じことができたというか、むしろマッシュアップの方が明らかに優秀だった。マッシュアップは元データの長さを無視するので、短い曲が生成される失敗はないし、何より2つのデータを同時に使える。これはサンプルではできない長所だね。例えば今回のギロとベイビークライング、両方を入れた曲を作ることもできるし、それでいてサンプルよりマッシュアップの方が成功率も圧倒的に高かったよ。だからまあ音素材を使って曲を作るならサンプルよりマッシュアップを使う方がおすすめ。今後意見は変わるかもしれないけど、今日時点での私の結論はそうなったよ。それじゃまたね。